よ。さあ、今日も日本語の勉強だね。今日はね。えね。はね、エロい。言ってみようか。エロい。エロいはね、この作品は、エロいねとか、そんな感じで使える。けど、エロいは、どっちかというと、ちょっと扱いにくいワードで、センシティブだね。センシティブ。ちょっと。セクシーみたいな意味合いで使えることも多いし、まあ、エロティックだね。英語のエロティック。使い方はほとんど英語と一緒。日本語でもニュアンスが近い。そう。だから頻繁には使わないんだけど、まあ、親しい間柄のお友達とかだと使えるね。だからあんまり家族とかとエロティックな話しない、しないでしょ。まあ、家族、お母さんとかお父さんとかとエロティックっていう言葉使う？普通に使わないでしょ。だから友達とかと使う場合が多い。まあ、例えばちょっと色気のある服を着た女性がいたとしたら、まあ、本人にエロいですねとはちょっと言えないんだけど、セクシーだなって思うわけだから、まあ、そういう時にエロいなって言い換えることができる。一応名詞として使うこともできて、例えばエロ男、エロ女で、あとよく出てくるのがエロ親父。例えばなんだけど、セクハラしてる人がいて、まあ、悪口のようにあのエロ親父とか言う。うん。普通に使えるね、これは。けど日常的に使ってしまうと、ちょっと下品な人だなって思われたりするから注意が必要。エロいね。まあちょっと使い方が難しいんだけど、いろいろ使える使い勝手のいい言葉だね。なんか芸術的な時にも使える。そう、例えば映画、ドラマ、アニメ。で、あとは絵ね。絵画とか、作品に対して、まあ、ちょっとエロいっていう感想、そう感想として言うことが結構ある。その何かを見た時に、これちょっとエロいなとか、例えば動物園で、なんだろうな、エロい動物っていうと虎とかヒョウとかちょっとセクシーな感じがする動物って、ちょっとエロいなとか、今の仕草エロいなとか、まあ、フォルムがエロいなみたいな、そういう感じで使っていくことができる。だからちょっと性的な感じがするね。うん。そういう意味でセンシティブ。上品に言うなら、やっぱり色っぽいねとか、セクシーだねっていう方が、ちょっと上品な感じがするね。もうちょっと例文を言うと、例えば、エロい話してるときは楽しいねとか、まあ、親しい友人とかと、ちょっとエッチな話をしているときは、ちょっと楽しかったとかね。エッチっていう言葉、エッチな。なんだろう、あんま使わないけど、スケベとかね。
ケベな人、ちょっとあんまり使わないけどね、そういう意味。エロい人とかね。そう同じような意味でエッチな人っていうのもあるけどね、エッチの方がちょっと可愛い感じがするね。もう完璧にセックスする時とかも言う時あるね。めっちゃエロいねみたいな。盛り上げる時に話せる言葉だね。盛り上げる時に使える言葉というか、あくまでも芸術的に言った方がいいと思うけどね。下品な意味で使うのか、その品のある感じで使うのかっていう。エロいエロいエロいって連呼してるとちょっと下品な感じが強い。例えばなんだけど、ちょっと夜にその彼氏とか彼女と、そういうムードのある雰囲気になったとします。そういう時に、男性が女性に向かって綺麗だねっていう、これすごい上品な言い方だね。品のある言い方。綺麗だねって。でもうちょっと発展するとセクシーだねみたいな。でもっともっと発展した時にエロいねとか、めっちゃいいよみたいな、そういうワードが出てくるね。常にエロい必要はない。常にエロくある必要はないんだけど、そういう状況に応じて使った方がいいと思う。絶対使っちゃいけないわけじゃないけど、普段は使わない方がいいね。だから意味合いとしては、性的な意味、官能的な雰囲気で、そういうような思考の表現だね。俗的な意味が強い。エッチは俗語だね、完璧に。性行為の表現として捉える場合もあるから、使うときは注意が必要。例えばエロい人だなって思うのは、ちょっとやっぱり健康的な人は俺エロいなと思う。やっぱ人間ってほら、子孫を残したいと思うというかさ、本能的な話をすると、健康的な子供が欲しいって思った時に、やっぱ健康的な人、肌が綺麗で痩せすぎてもなく太りすぎてもなく、バランスの取れた体の、女性とか、男性もそうだけどね、ちょっとエロいなとは思う。あとはセクシーな服着てる人だね。そのちょっとこう胸の谷間が空いてる人とかはエロいなみたいな、そういうのあると思うよ。そうだから、男性を誘いたい場合はちょっとエロさも必要だよということですな。エロいとモテるね、間違いなく。俺はちょっと控えめぐらいの方がいいけどね。あといい匂いする時とかはエロいなとか、シャンプーの匂いとか香水の匂いとか、ちょっとエロい雰囲気の香りがする人もエロいってなるかもしれないね。だからいい意味と悪い意味の時があるから、本当に話す時にちょっと注意して使う方がいいと思うよ。はい、ということで今日はエロいをお勉強しましたね。あんまりね、ちゃんと教えてくれる人はいないと思うから、この辺はセンシティブなワードはしっかりね、使い方を間違えないように覚えておいてください。今日はさ、これぐらいにしとこっか。じゃあまた明日も勉強しようね。